さあ、それでは出発いたします。おっチャンネルです。どうも。今日は久しぶりに一人でお出かけでございます。静岡県の沼津に、出かけます。このキャンピングカーの走行充電器のですね、ムービングベースというメーカーの、走行充電使ってるんですけども、そちらのメーカーさんの方にお邪魔をしたいと思います。これまでね、走行充電いろいろやってきまして、結果として充電がですね、あまりパワーアップしてないという結果に今終わってるんですけども、それはもちろん私の力不足だってことは十二分に承知はしてるんですけども、ムービングベースさんもですね、おっチャンネルご覧になったようなんですよ。私と一緒の走行充電を買われたお客さんがおっチャンネルを見て、ひょっとしたら充電性能良くないんじゃないのみたいな不安の問い合わせもいろいろ入ってるということだったので、もうこの私の動画を見てもう呆れてですね、もうしょうがないと、来てくださいと、こっちでやりますからみたいな感じでお声掛けいただきまして、本当にありがたいんですけども、なんとかパワーアップしたいなというふうに思っております。駿河なんとか沼津のサービスエリアです。到着しました。遠かった、ここまで。すごいね、トラック。小型車は空いてるね。疲れました。到着しました。駿河ペケペケ沼津サービスエリアでございます。よくわかってないんだけどね。今からですね、ちょっと軽く夜食を食べて、晩ご飯食べてないんですけど、ちょっと暑いんでエアコン入れたいと思います。21度って、こんなもんかな ?24.5 入れました。チンか。チンだ。待てよ。チンするってことはエアコン切んなきゃいけないのか。なんだ、ちょっとエアコン一回切って、よいしょ。2分20秒だけど、開けるのね。明日さ、いろいろ車に乗ってもらうのに、こんな匂いするもん買っちゃったの俺。バカだな。いいやな。しょうがない。ひとまずは、ビールですよね。22時ちょっと過ぎたところですね。明日は、10時に待ち合わせで、もうこっからね、あと30何分で到着しますので、結構朝ゆっくりして、チーズインちくわ。だだーん。ホルモン。辛い。酔っ払う前に皆さんにお話ししておきたいんですけども、まずはですね、その充電の問題の動画を上げたときに、皆さんから本当にたくさんのコメントをいただきました。250件ぐらいいただいてるんじゃないですかね。ありがとうございます。本当に参考になりました。で、皆さんの意見も含めていろいろ確認させていただいたところ、いくつか分かってきたことがあります。まずね、オルタネーターがスマートオルタネーターじゃないのと、それが問題なんじゃないのと、制御しちゃってるんじゃないのっていう話がありましたけれども、まずは、オルタネーターはスマートオルタネーターではなかったです。普通のオルタネーターですね。それを80アンペアから150アンペアに、パワーアップしています、今回ですね。で、他にあったのが、配線の問題。そもそも線が細いから、充電量、
発電した電気を通してないんじゃないのっていう話がありましたけども、これは大沢さんと一緒に確認をしたんですけども、80アンペアまでであれば、全然大丈夫な、線にそもそもがなっていることになってます。で、150アンペアの、オルタネーターつけたからっていうことなんですけども、充電器が80アンペアですので、それも考えて問題ないんではないかということで、思ってます。で、もし仮に問題があるんであれば、線とかが非常に発熱する、抵抗があるので、発熱するらしいんですけども、その問題も今のところないので、線ではないんじゃないかというふうに思ってます。これはわかんないですけどね。はい。で、あともう一個あったのは、サブバッテリーの BMS の問題。バッテリーのマネジメントシステムが制御して、充電量を何百ワット以上はしないようにしてるんではないかという話がありました。皆さんがいただきました。でもですね、ソーラーの方は600ワット、今、フルで充電したりすることがありますので、ですから太陽光で500いくつ、で、走行充電で200ちょっとみたいな感じで、750から800っていうのは、昼間、いい天気で、走ってる時であれば、充電してることがあるんですよ。ってことを考えると、BMS、サブバッテリーの BMS の制限っていうのもなさそうかなというふうに思ってます。で、今のところ一番怪しいなと思ってるのが、イグニッション接続をしてないんですよ。IGN 接続ですね。それがひょっとしたらなんかいろんなことをしてるんじゃないかっていう話と、やっぱりあとは充電器の設定ですね。電圧が微妙に関わると思いますので、そこが原因の可能性は大きいということで、それをですね、考えているよりかは、ムービングベースさんにですね、ご相談して設定してもらった方が早いんじゃないかというところで今います。画鋲つまみ全部食べちゃったよ。なんかあんのかしら、食べるもの。賞味期限が切れたらこれ発見。何これ、塩だれ軟骨早期。これ食べよう。暑くて目が覚めた。さっきまですごい涼しかったのにどうした？なんかめっちゃ暑いよ。朝ごはんうどんいただきます。朝うどん。今ですね、この3号の電気工事担当してくれている大沢さんも合流してくれました。ということで、2台になりますが、一緒にですね、ムービングベースさん訪ねたいと思います。それにしてもいい天気というか、アホみたいに暑い。もうね、ずっと後ろのエアコンつけてたんで、めっちゃくちゃ電気消費しました。沼津市内に入っております。なんかすごい細い道ばっかり誘導されるんだけど、まもなくムービングベースさん到着でございます。どんなところなんですかね、ちょっとわからないんですけども、これいや、これ曲がれって言ってるよ。これほんとマジでいけんのこれ、俺大丈夫かしら。そしてこれをこれかよいしょ。こういうことですかね。そしてどこだ、これか。ムービングベースさん到着いたしました。ムービングベースはキャンピングカーのサブバッテリー、走行充電器やインバーターなど電源システムに特化した日本では数少ない企業の一つです。
社長の藤谷さんはなんと32歳。いやいやいや、まあこんだけありますからね。これだって仕事に関係ないんじゃないですか、このバイクとかは。いやいや、バッテリーの開発とかで。ああ、なるほどなるほど。っていう建前でやってますけど。これも早めに相談すればよかったかもしれないな、このエアコン。エアコンこれかなり効くので。もうちょっと早く知っておけば、もうバッテリーから全てお世話になったのに。ね一応バッテリーもえ。はい。ここで作ってまして。作ってるんですか。食いついてる食いついてる。感じで、うんオリジナルマジで。どういうことこれ。感じで作って。これ電池じゃないですよ。電池か。18650っていう規格のバッテリーなんですけど、はい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 。これもよくある形には見えるんですけど、ちょっとオリジナルのセルは使ってます。ここまあオリジナルの BMS 使ってたりはするんですけど、でも中身は結構オリジナルのものを使ってます。これはバッテリー同士が通信する機械。そうなんです。これどこも作ってないんですよ。そうなんです。あ、これこれキモキモ。これは大丈夫です。大丈夫。これは、はい。これがパラレルモジュール。靴のままで大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい。はい。ありがとうございます。でちょうどその今開いてますけども、はい。その下に今取り付けられてます。なるほどですね。この間電流値を上げるので、ドライバーでクリクリは一回ちょっと回しちゃいましたけど。なるほど。メインバッテリーからは、14スケ1本で来とるんですわ、今、現状。はい。前はレノジーさんだったんで。あ、なるほど。はい。まさか今日ドライバー1本で終わるってことですか。可能性は高いと思います。おっともし問題なければ。出たよ。やっぱり。エンジンかけて。はい、かけます。で、今、その充電器の方は電圧を今調整してるってことなんですか。今、電圧の加減値を調整してます。加減値、はい。だいたい今40アンペアぐらい出ている。うん45。もっといきますか。走ってればもしかしたらもうちょい出るかもしれないです。で、今、はい。メインバッテリーがどれだけ下げてもいいかっていうと、12.5 ぐらいに調整してるんですよ。はい。なので、エンジン切った後に、メインバッテリーが 12.5 まではより高ければ、こっちに給電し続ける。なるほど、なるほど。はいはい。ただ、今までがすごい高かったんですよね。13ボルトより高いところにあったので、いじめればどんどん出るんですけど、はいはい。メインバッテリーが負荷かけちゃう。ここまで上げると、はい。やっぱりイグニッションの配線が必要かな。します。はい。する。すぐします。なんでちょっと抑え気味にして、はい。後でそこをいじればいいってことですか。そうですね。で、メインバッテリーの電圧が、はい。ここで、か、それか、まあ、どっか、シガーソケットかな。はいはい。電圧見れるやつ。あれ見ながら、ここ調整していただくと、まあ、でも 12.5 とか、それぐらいであれば、はい。許容できると思う。ここで測った電圧と、そっちで測った電圧って結構差があるんですよ。やっぱりメインバッテリーからちょっと距離があるので、若干下がった値が出ちゃうんですけど。なるほど。今ですね、赤い線はメインバッテリーのターミナルにつなげてあるんです。そうですよね。なんで、多分こっちで測った電圧とこっちで測った電圧結構差が出てきちゃうんですよ。で、こっちで下がりすぎたとしても、あんまり気にせず、きちんと大元で見た方が正確です。なるほど。鉛バッテリーとかだったら、全然 12.5 とかで、ちゃんと蓄電量確保できてるので、もったいないかなっていうふうには思うんですけど。なるほど。快適ぶりが絶対変わりますよ。走行充電結構かなり大事ですね。依存度大きいですからね。社長に貼っていただくって。
世話になりました。ご覧あれしたといえいえいえ、ありがとうございました。本当にありがとうございます。いえいえですね。帰りいろいろ数字をレポートしながら帰りますんで、はいはい。こんなに平日なのに、でもあんまり来ないですけど、うん、土日はじゃあすごいことになるんですね。じゃあねこうした天国とかえこちらでございます。いい感じなんですよ。三重のそばは家の子がいますね。上と上上と極み何種類しかないで今すごい人いるんですね。はい、極みは何種類って言いましたっけ、お魚が20種類10年ぐらい乗るんですか、20種類をお乗せたすごいんですけど、これまずマグロは本マグロですね、生本マグロ。宮城の塩釜に上がったそれは本マグロですね。お待たせしました。ありがとうございます。いただきます。お味噌汁が多いし、ご飯が貴重に見える。ご飯に使う方が多いんじゃない？これ刺身食べた後にご飯食べてもうだよね。屋形焼きみたいな。いやー、すごいですね。今東名高速で、三重に戻ってる最中なんですけども、平均ですね、だいたい900ワット以上で今充電してます。で1000も超えて、何度も超えてるような状況に今なってます。本当に、思ってた数字がついに出せました。本当ありがとうございます。もう感謝です。今ね、出発する前には 47% しかなかったんですけど、サブバッテリーが高速乗ってあっという間にもう今 59% まで復活をしてます。ものすごいスピードですね。これまでとは比べ物にならない勢いで充電ができています。まあ今、とりあえずこういう数字なんですけども、本当にね、こんなに劇的に変わるものなのかと驚いております。この後、ケーブル、メインバッテリーから充電器へのケーブルがちょっと細いので、それを、メインとサブをつなぐケーブルと同じくらいのレベルのものに、追加して、交換してというのが一つの作業で、もう一個が、イグニッションをですね、ケーブルでつないで、充電器につなぐことによって、メインバッテリーから、充電しすぎる等々を防ぐことができるので、もう少し厳しい設定ができることで充電量をアップできることが分かっていますので、それも早々にやってしまいたいなというふうに思っています。ですので理論上はですね1800ワットぐらい出るんですけど、それは本当にマックス値なので、できればですね1200、300ぐらいまで狙っていきたいなと今後思っています。ひとまずは、1000ワット超えたということで、大きな壁を破ることができたなという状況でございます。というわけで M 子に報告しつつ帰りたいと思います。今日は祝杯ですね。